やっと着いた。これは素潜り漁師のマサルが10日間のサバイバルに挑んだ時のお話。断崖絶壁の環境、マサルは攻略することができるのか。11月4日2日目ですね。はい、寒かった。マジで寒い。火がないとマジで地獄ですね。とりあえず火をつけましょう。芯から冷え切ってもう頭が痛い。寒い。喉も渇いたし、なんかもうお腹空いた通り越して気持ち悪いんだけど、今日は何か食おう。早く火をつけて。だいぶコツもつかんだしね。今日も海はなかなか荒れてるな。なんか白い波が立ってるところがサンゴ礁が切れてるところで、そこから水深15から20とかまで落ちてるんですけど、サンゴ礁の中は入れそうですね。今日は昨日はね結構サンゴ礁の中もね流れてそうだったんですけど、今日は入れそう。入らないけどね。とりあえず火つけなきゃ何も始まんないから。夜これはねきついあんな白波余裕でしょって多分ねみんな思うと思うんだけど、リーフの端っこだけものすごく浅くなってて、あそこで巻かれるとウェットスーツ着ててやばいことになるからね。さすがに水中メガネとかなしであそこ出るのは死ぬ。今日はなんか火を起こしてね、カニとか食べようぜ。カニはたくさんいるから多分素手で取れると思う。よし、次こそ火をつけましょう。いやーこんなかかると思わなかった。今頃俺はあったかいスープを飲んでる予定だった。いやー厳しいね。マジで水飲みたい。水や水。よし、準備していこう。ベンチコートを持ってきたとはいえ、テント、寝袋なしの睡眠は想像を絶する寒さでした。早急に火をつける必要があります。とりあえずね、朝紐でね、火種を口が回んね。朝紐でね、火種を作っていきます。昨日と全く同じ。初日に作った火種は結露して使い物にならなかったので、新しく作っていくことにしました。喉乾いた。今日も初日と同様、竹を使った火起こしをしていきます。竹同士をこすり合わせた摩擦熱で発火させる方法となっております。よし、つけていきましょう。何回もやるとね体力がなくなってどんどんダメになっていくんでね、一発でつけよう。早く水飲みたいんだけどマジで水。全然煙が立たないな。湿ったかなんでだろう。くそ、まだいける。このこする作業、極めてシンプルですが肩への負担が半端ではなく、1ヶ月経っても痛みが残っていました。つくのか本当にこれ。なんでつかないんだろうな。いや全然つかないね。なんかつくかどうか分かんないものをずっとやってるのはもうなんか体力的にも精神的にもしんどくて、今ね2時間ぐらいやってみたんだけど、正直ね水も食べ物も取ってなくて力が入んないんで、次最後でこれ以上はきついわ。10日間場所で過ごしてもいいんですけど、さすがにねつまんないんで、無理だったらファイヤースターター使いましょう。ファイヤースターター使うんだったらもうチャッカマンでもいいけどね。いやーきついなこれ。ラストいきましょう。ラストでつける、そういうとこだから。いや惜しいとこまでは行ってんだけどな。もう一回行こう。もう一回。諦めるの悔しすぎる。ラスト宣言をしましたが、あまりの悔しさにどうしてもやめることができず、その後結局何度も挑戦しました。もうダメだな。もうめちゃくちゃ悔しいんだけど無理だわ。なんかもう気合とかの問題じゃなくて、シンプルに竹がない。1本しかまともに使えるような竹がなくて、でその竹がもう今ので使えなくなった。ボロボロ。しゃあないな。もうね想像の何倍も火起こしは大変だわ。もう道具使いましょう。いやー申し訳ない。もうこれは割れちゃってさ無理なんだよね。切りもみ式もやろうかなと思ったんだけど、なんかね腐ってない長い木がないと多分つかないね。摩擦が起きない。不本意ですが火をつけましょう。時刻今10時ですね。はい、火をつける道具は使わないって決めてたんで、最初降り立ったところに置いてるんでね、また往復1時間ぐらいかかるよ。
はい、めちゃくちゃ不本意だけどね、メタルマッチをね取ってきました。2分でつけましょう。2分、こんなん使ったら2分でつけよう。もうこれを使った時点でサバイバルじゃなくてね、キャンプになっちゃうかもしんないね。正直ね、火さえあればなんとかなるんでやっていきましょう。ごめんな、あんだけでかいこと言っといてできなくて。でも失敗しても挑戦することに価値があるからね。もう朝紐とメタルマッチ使ったらもう正直ね、サバイバルじゃなくなる気がするんだけど、俺の実力不足だった。そこは認めよう。でもなんかこの火がつくって思えただけで元気が出てきた。火が欲しい、早く。やば、一瞬でついた。本当に2分でついた。一瞬でつけすぎて取れてなかったんだけど、もう一回やろうかな。ちょっと一旦消そう。マジで5秒でついたんだけど、もう一回やります。あんだけ苦労してつけた火を一瞬で消すっていうね。すげえな、メタルマッチ全く練習してないのに2秒でついたぞ。手こずることすら難しいかもね。めちゃくちゃ簡単なんだけど、なんだったらチャッカマンとかよりもつけやすいかも。いや、これすげえな。マジでさ、最初2秒ぐらいついたんだけど、動画撮れてなくて一旦消したぐらいだから、ね、余裕があって。じゃあね、水の確保しましょうか。やっと水が飲めるぞ。雨も全然降らなさそうだし、でも熱帯来てたんで、台風みたいな大しけになる可能性も全然あるんで、その時は大量に水が飲めるんじゃないかな。じゃあ最初作った釜に行きましょうか。竹はね、日持ちが悪いんで、ちょっと大きめの木に火つけてあっち持っていきましょう。これでいこう。これが一日ずっと追い求めてたものですよ。めっちゃあったかいわ。嬉しい。夜温まって寝れそうだね。マジで寒かったからな、昨日の夜は。いや、にしてもメタルマッチも30分ぐらいかかるかなと思ったけど、ほんと一瞬だったな。竹での火起こしが役に立ったかもね。消えないようにね、大きいのつけときます。火はね、こうやって上に上がっていくんで、上に燃やしたいものを置くといいですね。火の下とかに置いてもね、全然燃えないんですよ。よーし、これでとりあえずは OK だな。よっしゃ、それじゃあね、水を準備していきましょう。とりあえず昨日ゲットした鍋、あれをきれいにしていきます。多分あのまま使ったら病気になるんで。洗剤のない環境では火が一番の消毒になるでしょう。よいしょ。見た感じね、有機物の汚れっぽいんで、海水で洗うより多分焼き切った方がいいかなと思うんで、火にね、とりあえず放り込んでおきます。1時間ぐらいしたらね、全部有機物もね、炭と化すでしょう。はい。喉乾いた。ここにね、ポーンって投げときます。こうやって。中華鍋とかさ、よくね、焼き切って掃除するんですよ。それと同じ原理ですね。じゃあ水を集めに行きますか。ペットボトルの水とかも火通しては飲めないかな。なんか結構綺麗な水もあるんだよね。比較的綺麗なペットボトルを探してみることにします。これボウフラの水よりはまだこっちの方がマシだと思うんだけど、透明なんだけど腐ってないってことじゃない。匂ってみれば、臭くない。でもなんかちょっと油っぽい匂いがする。これ火通せばいけるぞ。本当に腹壊したら10日絶対持たないんで、本当はこのまま飲みたいけどやんない。火通そう。めんどくさいけどね。でもこんなんじゃ全然足りないですよ、正直。今気温33度ぐらいあって、多分1日3リットル4リットル水消費するぐらいの勢いだと思うんで、全然足りないですよ。あとはね、コップ探しましょう。コップなんかアルミ缶でもなんでもいいや。あっちめっちゃ熱くなってきた。めっちゃいいのあったぞ。結構落ちてんだよね、そういう缶とかは。うわ、中国の缶だな。落花生っぽい。結構中身綺麗だわ。これ海水で洗ったらいけんじゃないかな。もう1個あったぞ。これも落花生っぽいな。開けてみましょう。同じやつ？中は何も入ってない。同じではないね。ちょっと違う。海水で洗いましょう。腐った匂いとかはしないから全然大丈夫そう。本当はこの缶も加熱消毒した方がいいですが、腐った匂いがなかったので海水で洗うことにしました。小さい魚がいるな。いや、だいぶ焦げてきてるわ。やっぱり有機物だったね。だいぶ残ったな。とりあえずこれを海水で洗うか。夜とは打って変わって強い直射日光、あまりの暑さにサバイバル開始後初めてズボンを脱ぎました。洗うものがないので石で落としていきます。もうこれをきれいにしてる元気がないよ。この辺はね、あんま取れないんでいいでしょう。このまま茹でていきます。やっと水が飲めるぞ。この時俺は大きな過ちを犯していました。手が震えてきた。早く沸いてくれ。死んでしまう。めっちゃ喉乾いた。もう気泡が出てるんで、だいたい70度ぐらいはありそうですね。ちょっともう我慢できないで飲みます。多分もう殺菌はできてるはずです。この変なね、靴底みたいなやつを使いますね。取っ手が朽ちてつかめないので漂流物を代用することにしました。ほとんどの細菌は70度前後で死滅するので沸騰まで待つ必要はないでしょう。ほとんどコップ1杯分ですね。熱々。熱くて飲めないな。めちゃくちゃ喉乾いてるのに熱くて飲めないっていう悲劇。残念なお知らせです。腐ってないと思ったら海水でしたね。なるほどなるほど。
海水はさ、人間の体液よりも塩分濃度が濃いんで、飲んだところで体が潤わないよね。捨てます。最悪。ちょっと舐めとけばよかったな。さすがにちょっとショックが大きいね。もうなんか悲しむ元気すらないんだけど、もう今仕方がない。しゃあないから、もうろ過装置を作ってね、ボウフラの水をすくって飲みましょう。よし、やっていきましょう。ハエがめっちゃ寄ってくるわ。はい、ろ過装置を作っていきましょう。これペットボトルを使っていきます。小汚いやつね。いやー、川がある場所でやればよかったな。お酒の匂いがする。めちゃくちゃ酒の匂いがする。まずいかもな。砂で洗います。匂いなくなったわ。ろ過器にはね、布がいるんですけど、そこら辺に落ちてた靴を使っていきます。あんまり使いたくはないけど。中敷きを使うか迷いましたが、さすがに抵抗があり、つま先の部分を利用することにしました。取り出した布を麻紐で縛っていきます。これは巻き結びという結び方で、力が加われば加わるだけきつく締められていきます。そしたら砂利を入れていきます。やっぱこうタオル使おうかな。もったいないけど、せっかく持ってきてるんだからタオルを使います。やっぱりよいしょ。でまた結んでいきます。最初にね、小石入れていきます。小石で、次砂利入れていきます。こんな感じで、次にね、炭を入れていきます。あ、まだあったかい。炭は汚れを吸着する効果に優れています。こんだけだね。炭はあんまりない。砂を入れていきます。オッケー。最後にね、この上にね、タオルを敷いていきます。まあ、ボウフラがいるんだったらボウフラこせばいいだけだからね。あ、めっちゃ日焼けしたな。やば。こんな綺麗なタオルが、よし。はい、そしたらね、ボウフラ水をすくいに行きましょう。漂流物にね、バケツが落ちてるんで、バケツに入れていこうかな。じゃあ拾いに行きますか。いやー、やっと水が飲めるぞ。最低レベルの水だけどね。まあ雨が多い地域なんで、雨が降ったら雨水を溜めてね、それを飲んでいこうと思うけど、今は仕方ないです。カラッカラにパサついてるんでね。バケツがあるぞ。ほら、ピンクの変なバケツ。まあ流れ着いてるっていうことは穴が開いてないっていうことなんでね、空気が入ったまま浮かんでいいサイズだね。お、いいじゃん。蓋もある。これ開かないかな。まあ開かないんだったらこじ開ければいいまでよ。本当に開かないな。しゃあないな。切るね。切るわ。何か一つやろうとすると何か一つはうまくいかないことが出てくるっていうね。バケツの蓋は異常に強固にくっついていました。プラスチック同士が溶けてくっついたのかもしれません。ふう、手切ったわ。まあ切れたのは2ミリぐらいなんでね、関係ないです。感染症だけには注意した方がいいかな。俺も昔はさ、ちょっと痛かったりするとすごい痛がったりしてたんだけど、漁師やってると大体毎日痛いことあるからさ、気にならなくなったわ。慣れって恐ろしいよな。逆に今怪我してアドレナリン出たんでちょっと元気になりました。怪我最高。まあ縫うぐらいのレベルになってたら、まあでもそんぐらいでも気にしないかもな。そのぐらいじゃ帰らない。そのぐらいの気持ちで来てるわけじゃないよ。逆境が好きなのかな。逆境になればなるほど燃えるっていうか、すぐ終わらせます。これを早く水を飲みましょう。水を飲んだらかなり元気になるはず。うわー、また怪我するとこあった。普段手切ることとかないんだけどな。だいぶ集中力が落ちてる。外れた。中身めっちゃ綺麗。まあ本当は持ち手があったらなとか思うけど、贅沢もやってらんないんでね。まあ今から持ち手をつける時間ももったいないんで、早く水を汲みに行きましょう。頑張ろう。水を飲めば元気になるはずで、水の確保ができたら寝床を作りましょう。多分雨が降ったら正直シャレにならないんで、岩の下にね、とりあえず寝床を作っていきます。せっかく雨が当たらないところで拠点したんでね。はい、じゃあ行きますか。バケツが手に入ったとはいえ、崖を一つ越えなければ水たまりにはたどり着けません。正直ね、俺はめっちゃ甘党なんですよ。今の俺の希望はモンブランが食べたい。モンブランが食べたいです。
たい冷やされたやつね。で飲み物はコーラが飲みたい。結構極限状態になるともっと健康的なものを食べたくなるのかなと思ったんですけど、とにかくね糖分が欲しい。タンパク質とか脂質とかはそんななくても大丈夫なんだけど、糖分が欲しい。そうこうしてる間に食材見つけたわ。ちっちゃい巻き貝がいました。水たまりから拠点までが結構遠いんで、ついでにこういう食材も取っといた方が良さそうな気がしますね。もう何往復もしたくないんで。この巻き貝は食べたことないんでね大丈夫か分かんないんですけど、まあこのタイプで毒があるやつは基本いないんで火を通せばいけるはずです。久しぶりのタンパク質、よし取りましょう。後日調べてみたところ、この貝は玉引きという種類のようです。海水が嫌いな珍しい貝で、水がない環境でも2ヶ月ほど生きられるみたいです。2匹10キロカロリーって言ったところですかね。まあ多分俺の1日の消費カロリー1500キロカロリーぐらいだと思うんで、これを何匹だろう、1匹5キロカロリーだとしたら、まあ、計算できない。俺暗算2段だから計算早いんだけどね。1500キロカロリーをここで割ったら300匹だね。300匹食べればいい。よし、食料をゲットしたらちょっと元気出てきたな。あともう少しで水です。ボウフラのいい出汁が出てるはずよ。着いたわ。できればね飲みたくなかったけど、10日持ちこたえるにはこれを飲むしかないね。ちょっと匂いだけ嗅いでみよう。まあ、細菌は加熱すれば死ぬんだけど、細菌が出した毒物に関しては加熱してもなくならないんで、変な匂いがしたらもう一個先にあるもうちょっと新しそうな水たまりにします。でまあ水がねちょっと茶色っぽいんですけど、これに関してはおそらく腐ってるとかじゃなくって、落ち葉のタンニンっていう成分が溶け出してるんだと思います。まあ言ったらお茶ですよ。お茶糖も人が入ってくるような場所じゃないんで、誰かがここに排泄してるってことはないと思う。腐ってる匂いしないんでいけるわ。ボウフラがいるんで海水でもないしね。行きましょう。腹壊すか飲めるかなんでね。まあそんな大した毒物ってことはないでしょ。味も確かめとくか。今ので水分無駄にしたな。大丈夫、腐ってる味はしない。行きましょう。でもボウフラたちはいい子だな。多分俺がいるから水の下の方に行ってる。ほとんどすくわない。はい、とりあえずね2リットルほど確保しました。今日の分もありますね。本当は5リットルぐらい飲みたいけど、とりあえず2リットルね。よし、じゃあ戻ってろ過して火にかけていきましょう。あともうちょいです。水飲むまでが長いな。てかね今ちょうど干潮なんだよね。食材を取るには絶好のチャンスなんだけど、とりあえずまず水だな。はい、それではね戻ってきました。ろ過した水をねそのまま鍋に入れていきましょう。これでようやく2リットルの水が確保ですよ。生きていけるな。食べないのは俺結構平気なんで、あと2日は食わなくても平気かな。とりあえず水。本当に何も食べないと思わなかったけどね。ちょうどだな。この中に立ててろ過していく。疲労で手が震えて、せっかくの水がこぼれていきます。ペットボトルに入んねえな。あ、ちょっと待てよ。見てください、命の水がろ過されてます。よかった。これ一旦外でやった方がいいですね。難しい。これで一応虫とかプラスチックとか取れるはずです。よし、うまくいってるわ。このまま飲んでしまいたいぐらいだけど、お腹壊したらねその分水が持って帰るんで、ちゃんと火通していきます。結構時間かかるね。まあ今朝の火起こしみたいな感じで、うまくいくか全然わかんないよりはこっちの方が全然ね楽しい。火起こしは結構地獄だった。これはね普通に楽しい。もうすぐ飲めるんだっていうね。でよくねこういうのさ真似しないでくださいって客中入れろよって怒ってくる人がいるんですけど、これを真似するやつはそいつが悪いと俺は思うんだけど、そいつが悪いよ。水道がさ普通に飲める状態でさ、ボウフラ湧いてる水たまりをろ過して煮沸して飲もうとするやつはそいつが悪い。明らかに危ないもん。俺も飲みたくないよ正直。できることならね。川とかがあれば川の水を飲みたかった。でも仕方ないから飲んでるだけ。バナナもクソまずいし。でもあれのおかげでまだ食欲がない。腹壊してるのかも。ろ過をね待ってる間時間がもったいないんで、拠点作りを進めておきましょう。昨日はねノコギリが落ちてる辺に寝てました。屋根とかは何もない。こんな感じ。野ざらし。天気は悪い。上に天井があるところにね移動しようと思います。この一番奥まったところをね拠点にします。でここにね大きい石がちょうどあるんで、これがテーブルですね。最高の石。昨日さ夜木をここに置いて火起こししてた場所ですね。とりあえずゴミが多いんでゴミをどかして砂利を敷き詰めて、その上から砂を敷いていきます。壁とかも作りたいんだけど今日は時間がないね。無理。いや結構なゴミがありますねここだけでもなかなか面白い漂流物だよ。スリッパ、バレーボール、ビーチボール、V、ハンガー全部どかします。
ポイポイしていくだけ。うわ、リステリンの中なんか入ってる。気持ち悪い。キノコみたいなの入ってんだけど。これジョグだね。船につけとく明かり。発泡が多いな。海岸には大量のゴミが捨てられています。これが地球全体で起こっているのは嘘のような本当の話です。どれだけのゴミが海を漂っているのでしょう。そして今も増え続けていることを考えると恐ろしい限りです。これは使えそうだな。塩ビっぽい。よし、だいぶ綺麗になりました。ここから平たくして砂利を敷き詰めていきます。本当はね、何かしら昨日のバナナを取るときに買った草みたいなのを敷き詰めないと、砂とか石とかからは結構ね、体の熱持って帰るんで、何かしら拭きたいなとは思ってるんですけど、多分時間的に厳しいんじゃないかな。とりあえずそろそろね、水がろ過されたと思うんで、水を煮沸していきましょう。でまた煮沸に時間かかると思うんでね、その間に平たくしていきましょう。いやー、ついにできたぞ。なんか透明度も上がった気がする。もう出ないな、ほとんど。またこれは使いましょう。よし、最後だ。元気を出そう。セット。よっしゃー。わあ、斜めになるな。かまどの作り方を勉強しておくべきでした。ガタガタで鍋が固定できない上に熱の伝わり方も悪いです。はい、そしたらここにさっき取った巻き貝を入れてスープにします。ちょっとプラスチックが浮いてる。大丈夫かな。本来は2回ぐらいろ過するんじゃないかな。貝のスープ、うわー、美味しそうではないが嬉しい。このプラスチックはさすがに危なそうなんで表面をすくっておきましょう。もう完全に水だ。はい、そしたら茹でてる間ね、流していきましょう。あっちに向かって上に上がってるんだよね。よし。であと幅はね、2メーターぐらいでいいと思うんだよね。でだいたい普通の男だったらこの幅、親指から小指までの幅が20センチぐらいなんで、これ10個分が2メーターぐらいになります。俺らは基本的にメジャーとか持って海入るわけじゃないから、海の中で、何センチぐらいかなって測るときにね、手をね、魚に這わして20、40、60、80、何センチあるかなっていうのをね、大まかに確認してます。俺も実際にここの幅を測って20センチなんで、そんなにズレは出ないはず。最初にね、やる範囲を決めとかないと無駄に体力消耗すると思うんで、測っていきます。この白い岩、こっからスタートします。20、40、60、80、100、120、140、160、180、200、220。ちょっと怖いんで220取っときますか。ここまでですね。なんか目印をつけとこう。この竹まで。で、この石は多分どかすんで、ここにね、挟んどきましょう。オッケー。やる範囲が決まった。で、逆にこっち側の目印は、これを立てときましょう。倒れそうだな。いいか。よっしゃ、やっていきましょう。かなりハードな作業に見えますが、幸い落ちている岩のほとんどが石灰岩で、見た目よりもずっと軽いです。また石灰石はコンクリートの材料でもあるので、時間をかければ立派な家を建てることも可能でしょう。よし、少しはね平たくなったで、次はね 200g ぐらいの石をどんどん敷き詰めて、その上からね砂を置いていきましょう。当初はね木の家を作ろうかなと思ったんだけど、もしかしたら石で壁作って、その上から木とかでね屋根をつけるっていう形になるかもね。あんまりね木材がないし石が多い、あるものをね利用していかないとね。いやちょっと待てよ、沸騰してるわ。飲もう。もう口の中パッサパサですよ。なんか茶色いな。とりあえず火からどけよう。あー、やばい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 。この石はね固定するために入れときました。やっと飲めるぞ。さて飲んでみますか。腐った匂いはしない。ちょっとね
思いのほか貝の出汁が出てて塩分があってちょっと驚いたんですけど、飲んでいきますか。こんだけ極限の状態でもさすがに抵抗があるな。でももう今日にも夕立が降りそうなんで、雨水は確保できそうなんでね、緊急手段です。いやー、生き返りますね。この水自体もおそらく 700ml ぐらいしかないんで、一番吸収しやすいゆっくり飲む方法でね摂取していきます。今2口飲んだんで、また作業して2口飲んで、ゆっくり1日かけてね2口ずつ飲んで、あと雨水を待っていこうと思います。一気に飲むと排泄されやすくなるんで、ゆっくり飲んでいきます。あとは食中毒に何時間で当たるかわかんないんですけど、もし当たった場合は飲むのやめた方がいいんでね。まあただ細菌に関しては今殺したんで、毒物さえ入ってなければいけるはずなんでね。あとはちょっと貝を食べましょうか。でもだいぶ回復したな。今の2口で全然違う。でも正直全部飲み干したい気分だけど、ゆっくりこう感情に任せて行動したら多分10日間乗り切れないからね。なんか水飲んだら一気に疲れが出てきた。よし、貝食べよう。よし、貝終わろう。どんどん割っていこう。結構簡単に割れる柔らかい貝ですね。よかった。夜光貝とかだったら割るのは至難の技ですからね。潜ればたくさん取れるんだけどな。でも潜らないって決めたから、5日目までは。まあ何も食わないよりはマシなんじゃないかな。なんでだろう、全然お腹空かないんだよね。多分何かで食当たりしてる。バナナかカブで食当たりするとお腹空かなくなるから。うまっ、めちゃくちゃうまいぞ。やばい、一気に食欲が湧き出てしまった。砂だらけでさ、ジャリジャリなんだけどめちゃくちゃうまい。なんだこれ。そっか、食事ってこんなに楽しかったんだな。株も茹でたらよかったな。でもこの辺生えてないんだよね。また株生えてるとこまで行こうとしたら往復1時間ぐらいかかるからさめちゃくちゃうまい。普段さ一回もこんなん取ったことないよ。だってこんなんいることすら知らなかったもん。うわ、もっと食べたい。もう食べ終わりました。もう今日は何も食べない予定だったけど、夜干潮時に何か探しに行きましょう。まあ昼間にね取りに行っても魚とか生物は起きてるんで、多分時間の無駄になるんですけど、夜はね寝てるんで取れるはず。まあサバイバルナイフでつけると思う。浅瀬のね魚を、シマハギとかテングハギとかね、ハギ系とあとブダイ系、台湾ブダイとかはね取れる。素手でも取れるから、潜らなくてもね浅瀬にいる。水深30センチとかに。今日はなんか取ろうかな。取りに行くかも。めちゃくちゃお腹空いてきた水も飲んだし。よし、寝床作りましょう。いや、寝床作る前に雨水の確保の準備をしておきましょう。結構空見たらね雨降りそうなんだよね。まあ水たまりの水が手に入ったは手に入ったけど、なるべくギリギリで飲んで雨水まで持たせるって感じですかね。結構ギリギリだけどね。でも2口ずつ飲んでいきます。30分で2口ぐらい。この部位をノコギリで割っています。いやでも少し回復したな。あんな水さ普段なら罰ゲームでも飲まないのにさ、2口飲んで3口目を止めるのが精一杯だった。マジで。とりあえずこれ切ってまた飲もう。よし、いい感じ、最高。これをね海水で洗い流していきます。プラスチックは火にかけられないので海水で洗い流していきます。黒色は光を集めやすいので強い紫外線で細菌も死滅することでしょう。 OK、これをね使っていきます。マジで雨降ってほしい。雨乞いする人の気持ちがわかるわ。雨乞いとかねちょっとみんな小バカにしてる感じあるかもしれないけど、マジで俺は本気で、形には出してないけど雨乞いしてるよ。なんか水飲んで食べ物食ったら安堵感からちょっと疲れが出てきたな。だいぶ疲れが出てきた。でもまあもう夕方涼しいんでね動きやすいは動きやすい。でこれをね何に使うかっていうと、雨が降ってきた時に受け皿となるようにね置いていきます。まあ今日はそんなに切れないと思うけど、置けば置くだけね1回の雨で得られる水が増えるんでやっていきます。でこれ風で飛ばされないように石を置いときます。はい。でもう1個もちょっと埋めて石を置いときます。はい、それではね2つ設置しました。ダメだな、1回飲み出すと止まらなくなるな。じゃあ一旦これ頑張ったんで飲みます。なんかね味的にはねすごい変な味なんだけど、これの金属イオンが溶け出した味と、あとは貝の味、あとは多分ドブの味ですね。後味がものすごく悪いです。ちなみに時刻はこちら
4時44分です。あと2時間ぐらいかな。で、日没ですね。さっき雨降りそうだったんだけど、雲どっか行っちゃったんで多分降らないですね。2つ設置したけど拠点作りに戻りますか。いつか降るって信じてね。これね、多分ね、どうせやらせなんでしょって言われると思うけど、最後の動画の次の日にね、体重の変化のね、動画出すんで、それが証明になるんじゃないかなと思ってるんでね。いやちょっと塩分が高すぎるな。あんまり水分補給になってない気がする。貝入れたの失敗だった。なんで俺がこんだけ水分補給に慎重になってるかっていうと、高校時代さ、結構生物オタクで、人間の体内の塩分濃度とかね、いろいろ勉強したからさ、理論上飲んでも意味なかったりするんだよ。さらに言えば、飲んだらその分水分を失いもするからさ、本当に10日間過ごそうと思ってるから、めちゃくちゃ慎重には言ってるんだけど、結構限界ですね。でもだいぶ回復した。今のドブ水で、ボウフラ水で。ボウフラ水って言うとダメだな。この場所ではボウフラ水じゃなくって何にしよう。なんかいい名前が欲しいよね。やっぱ清水にしよう。清水って言ったら多少まずくても体にいい気がしてくるから、ボウフラ水じゃないな、清水だわ。はい、じゃあ砂利を頑張ろう。もう唾液がさほとんど出なくてさ、喋りづらいんだよね。だが喋る。俺は YouTuber だから。よし、 YouTuber なら足を動かせ。じゃあこの準備してたかのようなね、これも清水だな。でもこの中に入ってる虫がめっちゃ死んでる。ボウフラすら生きられない環境。こんな更地に置いてあるからさ、太陽光で多分60度ぐらいに水がなって死んだんだと思う。ただそれだけ。毒はないと思うけど、これをわざわざ飲む必要はない。清水があるから。俺には清水がある。ちょっと唾が戻ってきた気がするもん。さすが清水。あれがなかったらもう3日目は無理だったからね。さて、どんどん砂利を拾っていこう。少し大きめの石で寝床をある程度平らにしていきます。なんか1日目より2日目の方が火事場のバカ力とかオートファジーとかで元気になるかと思ってたんだけど、シンプルに1日目より2日目の方がしんどくなったんで、おそらく2日目より3日目、3日目より4日目がしんどくなるんでね、今のうちにねやりまくっとくことにしました。そういうのに期待しちゃダメだっていうことが分かった。どんどんやる、どんどんやって次の日を楽にさせていく。近場の石からなくなっていくので、拠点からの歩く距離はどんどん長くなっていきます。喋る元気がなくなってきたので、無言で黙々と作業を進めています。多少綺麗になったんでね、今度はね目の細かい石をどんどんね積み重ねていきます。で最後に砂って感じですね。いや水ね、さっきからずっと飲んでてだいぶ回復したのと、最初の火起こしがしんどすぎたんで、この作業はね結構楽しい。疲れるけど精神的な疲れじゃなくて肉体的な疲れだからありがたい。すでに何往復したかは分かりませんが、徐々に凹凸がなくなっていってます。まだ寝るにはなかなかしんどいレベルだけど、ギリ寝れるレベルにはなった。いや見事に予想当たったな。めちゃくちゃ熱い雨雲が来たね。雷も鳴ってるし、火とかのね移動しとかないとやばいわ。もう水が来ないかは分かんないしね。まずいな。本当は雨降らないと思ったんだけどマジで降りそうだわ。しかもかなりの大雨になりそう。こっちは結構スコールとか言って夕方に土砂降りが降ることも結構多いんで、早く準備しないとまずいっすね。やばい、終わるね。この端っこに木を移動してきました。ここまでは雨が入ってこないはず。いやなんとかねこんな感じで。いやこれクーラーボックスの蓋が落ちてるんだけど、なんか使えそうだよね。それはともかくなんとか撮影機材の移動が終わったんでね、なんとかなりそうです。もうね日は暮れました。真っ暗じゃないけどまだ。本当は日暮れまでにね寝場所を作る予定だったんだけど間に合わなかったね。でもあれじゃ睡眠の質がね明らかに下がるんで、もうちょいね砂を足していきます。よし頑張っていこう。この海岸の砂は割ときめが細かく、寝心地は悪くありませんでした。とりあえず上半身を重点的に砂を引いていきます。
煙がすごいわ。一酸化炭素中毒になる。ちょっとかまどの調整しましょう。ちょっと俺がいる方向に煙が来ないように石で段を作っていきます。多少煙が上に上がっていくようになりましたね。これで寝るとき一酸化炭素中毒にならなくて済みそうです。いやー、なんか気合で動いてたけど一気に疲れが来た。なんかめちゃくちゃ膝が痛いし、なんとかね喉は潤ったけど、まあ潤ったって言っても全然足りてないからね。まあでも今日より明日の方が絶対にしんどいんで、なるべく明日体力を回復するためにもね砂をね引いていこうと思うけど、ちょっと休憩する。1時間ぐらい座ってようかな。今一つ思ってることは、冷たい水かコーラが飲みたいな。なんとか水は確保できたけど、株も芭蕉の幹もドブの水も全部まずい。まあドブの水が一番美味しくて、もうあと3分の1ぐらいしかないわ。結構飲んだ。腹壊さないといいけどな。休憩します。疲れた。なんかもう一本も動けん。この煙が当たるのがしんどい。煙見えてる。まあめちゃくちゃ開放された場所なんでね、一酸化炭素中毒とかになることはないでしょう。いやー、なんかこうやって寝転んで何もしてないといろいろ考えて、なんか精神的に逆にしんどくなってくるな。まあ体力は少しずつ回復してきたけど、精神的には動いた方がいいな。動いて何も考えない方がね。あと8日もあるから、それを考えるとなかなかね、まだまともな食事もできてないし。とりあえず煙がすごいから、ここに大きめの壁を作ろう。これまっすぐしないとダメだな。はい、こんな感じでね、だいぶいい感じになりました。風の通りも良さそう。火普通についてるわ。じゃあ次は寝床作って、雨の受け皿をねもう少し作ってね寝ましょう。夜明けから動いてるし結構疲れましたね。今日水が確保できたとはいえね、ほとんど何も食べてないんで足がフラフラですね。この柱をもうそのまま立てちゃおうか。ここに柱があっても全然いいし。まず大きい石をかまして、でその後もうちょいちっちゃい石をかまして、うわー、煙がしみる。火の置き場所間違ったな。でその後砂利をかましていくって感じですね。そうすると多少はね立ちます。今だいぶ強化されました。ここが粘土質だったら掘って突き刺したりとかもありなんですけど、弱いんでねこんな感じでやっていきます。だいぶしっかりしてきたね。まあ今日はこんぐらいでいいと思う。今から使うわけじゃないから、まあ後日ね余裕がある時に骨組みをね組んで屋根作ろうと思ってるんで、その時ですね。煙がすごい。ここはい、とりあえず限界です。シンプルに水が足りてないし、エネルギーも足りてない。もうさっきの水はねとっくの昔に飲み切っちゃいました。2口飲んで1時間ちょっとぐらい経ってお腹に異変がなかったんで、まあ大丈夫かなと。まあ本当は1日ぐらい空けた方がいいんだけど、もう無理だから飲んじゃったね。の上でもう喉カラカラ、死にそう。なんか食べ物ないかな。今ね星が出てるんだよね。まあ多分雨降らないわ。まあ大体日の入りとかにねスコーラ来るんで、多分来ないですね今日は。また明日の夕方とかかな、来るとしたらね。でもだんだん雨雲が厚くなってるんで来るとは思うけどね、明日あたりに。雨水のね回収装置作るのやめます。で8時10分、結構早い時間なんだけど寝ます。今日はこれで終わり。大体今の時期は夜の方がね潮引くんで、夜の海にね出てみようと思います。多分ね今日は深夜1時か2時か3時ぐらいに干潮が来て、まあ何か取れるはず。カニとか魚とかも取れたらいいなということでね、寝て魚を取り行きます。あー、痛い痛い。はい、それでは寝ます。いやー最高に寝心地悪いな。まあ寝ます。明日朝ね2時頃に起きて魚を取りに行こうと思います。ということでね、10日間ガチサバイバル2日目こんな感じでした。思ってたようにうまくいかないな。明日もね頑張ろうと思います。ぜひぜひ見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。